7. アナニアとサッピラの物語。アナニアとサッピラという人物に関してあまり多くのことが記録されていないのはそれほど重要性がないと考えられていたからであろう。そもそも十二使徒は死より全てのものを共有するように教えられていた。ある者にとってはとても辛いルールであり、ともすれば不満の種となった。そこでペテロは信者全員に召集をかけ、洗礼を受けた者はみんな集まった。ペテロは口を開き、みんなキリストイエスにあって一つになるためには、このルールに従わなければならないと言明した。これに対して最も不満を持っていたアナニアが呼び出され、文句があるなら自分の考えを言うように促された。彼は困ってしまい、ただ一言、みんなの意思に従うと答えた。ペテロは言った。この件に関しては、意思の問題ではなく、キリストへの忠誠が問われているのだ。ペテロの放った言葉には強い響きがあり、アナニアは臆病であったので、弱々しい声で自分の全財産を捧げると約束した。これで騒ぎは解決し、信者たちは全財産を12弟子のところに持ってきて、一日に必要な分だけを受け取った。このことはたちまち評判となり、ある者は嘲笑ったが、大抵の人はこのやり方が徹底すれば誰も飢えたり不足することがなくなると言った。中には悪意に満ちた連中がいて、みんなが楽を従っているなどと悪宣伝をした。ペテロに恨みを抱いていたアナニアに、ついに全財産を売る順番がやってきた。彼の財産は大きく莫大な金になった。アナニアはイスラエルの議員のところに行って彼の不満をぶちまけた。あなたはキリスト教のルールをご存知ですか？親子2代が汗水垂らして築いた全財産を取り上げて、この国を倒そうと狙っている輩なんですよ。これは陰謀です。彼らはこの企みを隠すためにキリストという名を語っているのです。巻き上げた金は小じや泥棒に配って仲間を増やしているんです。アナニアの言い分を聞いた議員たちは互いに相談して、もう少し様子を見たいと言って取り合わなかったが、アナニアが派手に造反を重ねるので、ニッチもサッチもいかなくなってしまった。彼は気の弱い仲間を集めては不満の種をばらまき、ペテロ打倒の反乱を実行しようとした。いよいよ予定されていた集会が始まろうとしていた。この場で彼はペテロと対決するつもりでいた。ペテロはすでにアナニアが大きな態度で物を言うであろうと察知していた。アナニアは嘘つきというよりもさらにたちが悪く、まるで草むらに隠れている毒蛇のようなものであることも承知していた。アナニアに言い含められていた年配の信者が自分の全財産を弟子の足元に持ってきて、不満の火蓋を切った。ペテロは大声を上げて叫んだ。アナニアよ、さあここへ来て、お前の全財産を出しなさい。アナニアは自分の差し出す分はとても少ないと言った。臆病な彼はわなわなと震えながら答えた。ペテロの鋭い視線を浴びてひどく狼狽した。ヤコブやヨハネはアナニアの心に悪魔が占領していることを知らなかった。ただペテロだけが霊の働きによって彼の裏切りを察知し、この集団を腐らせてしまう原因となることを知っていた。もしこのような枝を切り取って焼き捨ててしまわなければ、樹木そのものが腐ってしまうのである。激しい霊気がペテロを捉えた。ペテロは群れの立派な指導者であった。一匹の狼が今や羊全体を貪り食おうとしていた。彼の中で嫌が上にも燃え上がった。アナニアの体の周りに突然冷たい空気が立ち込めてきた。それはまるで葬儀の時に使われる京片びら、冠覆いのように彼をすっぽり包み込んでしまった。彼は次第に息ができなくなり、その場で死に絶えてしまった。不満の声はどこへやら、部屋中は静まり返った。アナニアが全財産をごまかして、ほんの一部しか持ってこなかったことをペテロが見抜いたので、みんなは大いに恐れた。気の弱い信者たちは、アナニアの悪行を知っており、誰一人として口を聞く者はいなかった。そこでペテロは改めて、全財産をお互いに分け合うルールがどんなに大切であるかを話して聞かせ、これを着実に実行することができれば、必ずこの地上に天国を実現すると訴えた。この大事なルールに反抗したアナニアは、天の王国実現を阻む悪魔のゆえに死なねばならなかったのである。さて彼の妻サッピラは美しい女であった。彼女は金遣いが荒かった。それで彼女は夫を誘惑し、全財産を弟子に提供するなら、もう夫を愛さないと言っていた。ペテロはこの時も霊の力によって、この女の美しさに目がくらんで、アナニアが聖堂を踏み外してしまったことを知ることができた。
彼女はおしゃべりと美貌を売り物に気の弱い信者たちの心を毒していたので、彼女をも滅ぼさねばならなかった。サッピラはきっと自分の夫が群れのリーダーとなって大いなる勝利を収めてると思い、颯爽と会場に入ってきた。ペテロの顔を見て驚いた。ペテロの一言によって彼女も立ちどころにそっと押し、信者の面前で息絶えてしまった。若者たちが彼女の亡骸を運び去り、裏切り行為で息絶えた夫と同じ墓に葬られた。初代教会ではこの物語がしばしば語られた。それはペテロに癒しの奇跡よりももっと大きな霊力が与えられていて、彼が信者の頭として選ばれたものであることを示すためであった。アナニアとサッピラの死は広く伝わっていった。中傷する者はいなくなり、権力者たちは彼らの動向を見守った。信者の数は日ごとに増えていった。それで財産を共有することは、彼らを支配する権威の一つとして受け止められるようになった。ペンテコステの祭りの前までは、ペテロはそれほど恐れられてはいなかった。彼は単に病気を治す預言者くらいに思われていて、権力者の間では彼についての評価が一致していなかった。大祭司ハナンは密かに領主、長老、商人たちを集め相談した。彼らは揃って弟子や信者が財産を共有しているのは、反乱を起こして国の権力を握ろうとしているのではないかと恐れた。このルールは兄弟愛に基づくキリストの教えから来ていることを知らず、反対に陰謀を隠す悪質なベールであると思い込んでいた。そこで彼らは、キリスト教という新しい宗教を叩き潰そうということで意見が一致した。しかし一般の民衆は、ペテロにもっとたくさんの奇跡を起こしてほしいと願っていた。イスラエルの議会は、ペテロを裁判にかけるために、サンヒドリンよりも強力な体制を作った。領主や長老だけでなく、異邦人の力をも投入した。このようにして権力者たちは、満を持してペテロと弟子たちを監禁した。